はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい、はい、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。エレナさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もどなたか来ておられます。そうです。まずどなたか私には分かりませんけども、お話を聞いてみたいと思います。はい、私にうん、もわかりません。それはそうでしょうん、う。はい、それでは合唱お願いします。はい。はい、準備お願いします。皆さんも丹田に落とし、感謝の思いで、心を研ぎをしていただければと思います。透明な心になっていただければ、霊的な方のそういった映像または思いが伝わってくるかと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今私の頭上に来ておられる方、左上の方ですね。ありがとうございます。それではエレナさんにお入りいただき、お言葉いただければと思います。はい、エレナさんにお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。はい、おいただきましてありがとうございます。うん、はい、恐れます。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。紫一之丞と申します。はい、紫一之丞様ですね。うん、はい、ありがとうございます。うん、よろしかったら、申し訳ございませんけども、簡単な自己紹介とお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うん。私は江戸の、うん、芝居小屋の役者であって、単なる一、うん、芸人であります。はい、この時代に、この芝居小屋というものをやっておって、その当時、世間の人々は、世の中が今どのようになっているかということを知りたがっていたので、あちらこちらから多くの情報を聞き集め、それを芝居に乗せて見せたところ、非常に多くの人々が喜び、面白がってこの芝居小屋に見に来たものであります。世の中がどのようになっていくのか、そして自分たちが今どのような状況の中に置かれているのかということを知る手立てはほとんどなかったので、芝居小屋で見る芝居を見ては、世の人々はその世の中の流れを知ったのであります。そのために私はできる限り広範囲にわたってあらゆる情報を集めてくるのが日々の日課でありました。そしてその情報というのも、この当時、情報屋というものがいて、彼らに金数を払って、その情報を得ていたのであります。どちらの村で一体どのようなことがあったのか、どこのばあさまが
首をくくっただの、あるいはどこかの家で逆子が生まれ、その後死んでしまっただの、川に土左衛門が流れてきた話であったり、あらゆる情報がそこここにありました。そしてお上のお触れなどもくまなく読んで回り、今我々がどのように置かれているのかを私は手に取るように見えていたのであります。なので、それによって多くの人々の考えを動かすこともできた。それだけ重要な役割を果たしていたということであります。またこれを日々短い寸劇にて表すことは、またこれ大変なことであったが、しかし役者も皆心得たもの、あらましの話を聞けば、もうその筋書きは頭の中にぴったと入り、そのセリフまでも勝手に出てくるようなありさまでありました。そして聴衆は皆それを面白がって見に来たものであります。木戸線はわずかばかりのものであったが、しかし日々、大勢の人で満席になったゆえ、相当な売れ行きであったと。まあ、人気役者ということに相なりますかな。そういったところであります。今ここで YouTube とか皆さんこのインターネットっていう現代の利器を使って多くの情報を発信しておられますけども、まあ似たようなところがありますかね。同じようなものでありましょう。テレビもそうですよね。そうです。その情報をいかんで多くの方が右に行ったり左に行ったりされるっていうことが非常に、まあ責任もあるところですね。そういうことです。ですから、この伝え方によっては、うんどのようにでも世の中を動かすことができるということもあり、しまいの方には、この芝居小屋の影響力というものをお上が恐れ、大金を持ってこのような芝居を打てと言いに来られたこともあった。へえ、なるほど。その話に乗って大金を受け取ったならば、我々はもうお上が言う通りにそれをせねばならんことになったのであるが、私はそればかりはやってはならぬと思っていたので、まあ、貧乏芸人ということに相なったが、こういう芝居小屋が流行ってあちこちにできた時には、その大金を受け取って、お上の言われた通りに芝居を打つ者まで現れた。世も末だと思った。そのようなものがどんどん売れていく。それはそうでしょう。大金をつかまされているのだから、大々的に宣伝を打って、大きな芝居小屋で、より多くの人々が入るようなものを作り、そうして役者の人数も多く、豪華な顔ぶれで芝居をやるのだから、多くの人々が見に来るのは当たり前。それを見たときに、私は芸人として、はしたない、情けないことだと思った。
しかしそれを言えば、貧乏人の痩せ我慢だと言われる。だから、そのような者たちのことなど捨ておいて、自分たちこそ正直なことをやっていこうではないかということを考えた。まあ、しかし、小さな芝居小屋で、何の面白みもない正直なものをただやっているだけで、初めのうちこそ人々は集まってきて喜んでいたが、他の大きな芝居小屋ができたらそちらに客は流れ、我々の方にはとんと客が入らぬようになってしまった。この時に何を選ぶか、それを私は考えた。金を選ぶのか、それとも自らが決めた方針を選ぶのか、どちらにでもなることができた。私は頑固者だったので、自分の決めた方針通りに、この芝居小屋を運営することを決めた。それによって、最後には、この芝居小屋を畳むこととなった。しかし今は、後悔はしておらぬ。そのように生きたことによって、貧乏はしたが、心は錦であった。正直に生きたことに対して、あれでよかったと、今も思っている。現代の世の中では、どのようであろうか、うん。嘘つきの者たちが大変繁盛しているのだろうと思っているが、それは死して後、行くべきところに行った時にその答えがわかるというものだ。楽しみになさるがよい。ありがとうございます。予防の時も国からお金をもらって、それを広めた者たちもいましたね。うん、それから、そうですね。こういったスピリチュアルも、そこまではないんだけども、大きく宣伝しながら広げた者たちもいましたね。うん、天使たちの言葉と言いながら悪魔の言葉を広げている人たちもいっぱいおられますね。うん、なかなかそうやって、きちっとやると、広がらないものではありますけども、私は一つ自分に言い聞かせていることがあります。うん、そういった、惑わしには、負けたくはありません。もちろんそういったことをやるつもりもありません。だからといって自分の考え方を押し通すつもりもありません。私は、何て言いますかね、天上界から使われているような気がしまして、天上界の意向に沿ってやっていこうかなと思っています。それが繁盛しようがしまいが、大きくなろうがなりまいが、多くの人が、できれば多くの人が、神仏があられること、あの世があることといいますかね、それを知っていただければいいかなと思ってます。そこがこのチャンネルの私たちがやっているところの立って、足場って言いますかね、方針と言いますか。あとは、やり方はもう
天上界の方たちに任せて、なるべくそれをキャッチするようにしていきたいと思ってます。そんな感じで思ってるんですけどね。まあいいか悪いかやってみないと分かんないんですけど。まあそうだが、しかし、まあ聞く限り悪くはなさそうだ。ありがとうございます。やはりね、自分の本来言いたいこと、彼のために、やはりあまり負けたくないもんですね。名誉のためにも負けたくないですね。そうだな。ただ、オブラートに包むってことはあります。それはなぜかっていうと、戦いをやる方向にはいかないようにしたいな、となるべくですね、思ってます。敵も味方もというよりも、すべて丸く収める方向ができればいいな、というふうに考えてますね。なるほど。まあ、よくよく頑張られますよ。ありがとうございます。ちょうどね、うちが今、言われたことが一番大事なところでした。本当においでいただいて、お言葉いただいて、本当に感謝いたします。はい、ピンポイントで学ばさせていただきました。そうですか。それはよかった。はい。どうもありがとうございました。はい。はい、お待たせしわかまりました。はい。ね。この人の霊言取ると、ね、もっとね、視聴者の方が増えるんじゃなかろうかとか、いうふうなことでね、やりたくないですね。そっか、なるほど。そういうところがピンポイントだったんですね。そうですね。ですからね、なるべく天上界の方たちの言葉を伝えていくという、ことが大事かなと思いますね。そうですね。その中でね、人気ある方たちが降りてこられることもあるし、まあそのタイミングで、多分、上がってくれるんじゃないかなと思いますね。でもね、自分たちの心の中に湧き出てきたり、それからスタッフの心の中に湧き出てきたりとかしますね。だからスタッフの中に出てくる言葉も思いも無視せずに、いろんな人の心の中に出てくるのを何か、ね受け止めながらやっていくことができればと思ってます。なるほど。難しい時もありますけどね。難しいですよね。ね、本人はね、筋のためと思って言ってるかもしれませんけど、実は天上界から言わされてるだったこともありますからね。どっちも取れますからね。そうですね。それを分けていかなくちゃいけないでしょういや、ね。それはもうなかなか難しい。見難分けるの。しいです。はい、難しいです。ですから、サニワの力がいるんですね。サニは大事。ですね。サニワ大事ですね。だから、タヌキになるんかな。タヌキになったらサニワができる？いやいや、どっちもつかずにいるっていうことが必要ですね。そうですか。なかなか難しい。白いタヌキか緑のタヌキか分かりませんけど、今日は緑のタヌキかな。緑のタヌキはなりたくないな。ちょっと、それはちょっと、もう良くな先にいいですね。るから。いますからね。はい。はい。それでは、まあ、そういうことです。まあ、YouTube をね、こうやって運営していく中で、本当にいろんな選択が私たちに来るかと思います。なるべく天上界に沿った、まあ、流れでやることができればと思ってます。そういう時にね、少し頑固に見えるところもあるかもしれませんし、優柔不断に見えるところもあるかもしれません。しかし、何らかの、まあ、意図が働いているというふうに思って私はやっていきますので、どうか皆さんよろしくお願いしておきます。これからもね、いろんな企画が湧いてくると思いますので、よろしくお願はい。いします。振りますかもしれませんけど、よろしくお願いします。怖。はい。じゃあどうも、じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、ね。そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。持ち越した問題。うん。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。ああ、はい。はい。はいはい。ですから、高明さんの時の、ちょっと、そういったエピソードなんか教えていただけませんか？あ、うん。はい。木々の生い茂った、深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、まあ、それっきり。あ、そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はあもうそこで、途絶えー、うんうん。てますね。あ、だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。ああ、なるほどね。はい。うん。